FM Osaka 85.1. Dance for Gotcha! あんた、踊れんでさい。FM Osaka Osaka. Take it easy. 2月6日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ。今週も FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアバンガルリオをプロデュースしている振付師あかねです。2月入りましたね。あっという間 ?1 月私だから入院してたからちょっとね、あっという間だ感じしますけど、2月6日でございます。はい。先月、私、だから、年始すぐに、韓国行ってきたんですよ。韓国ね。だいたい韓国行くときはもうプライベート韓国でございます。弾丸旅行。だいたい1泊2日とかで行くんですけど、今回も1泊2日で行ってきました。なぜ行ったか。はい。これはもう完全に美容のためでございます。はい。で、今回は何をしたかと言いますと、韓国はだから本当にいろいろあるじゃないですか。まあちょっと要するに美容のために何かしら、それこそ整形的なものもあれば、ダイエット系の病院もあるんですよ。病院っていうか医院もあって。で、今回は私は肌系行きました。肌系ね。で、ちょっとシミが、結構気になってきて、浮いてきて、シミがちょっと出てきてるかっていうのと、お肌の調子もちょっとあんまりよろしくないなっていうのもございまして、今回ね、初めてレーザーで、レーザーで、アンチエイジング的な感じのやつとシミ取りみたいな、やったんですよ。で、そこの、委員は、美容皮膚科みたいなとこ行ったんですけど、そのカウンセリングから含めて、最低でもね、4時間かかりますって言われてる。終わるまで。って思うじゃん。長っみたいな。予約もしてるんですけど、4時間かかりますって言われて、何がやねんと思いながら、普通に入って、もうカウンセリングからの流れも超スムーズなんですよ。で、先生にこういうのあなたの顔見てね、私の顔見て、あなたはこういうのやったらいいよ、みたいな。先生が説明するんですよ。これをやったら、これをやったら。で、通訳の方がいらっしゃるから、向こうのその委員がね。大体韓国の美容系のそういう委員はいます。通訳さんが。日本の通訳さんとか、日本語以外も多分喋れる通訳さんいて、んで、いろいろ説明してくれて、で、あなたはこんなんで、とかって言われて、で、これやっていいか、ありがてえって言われたんですけど、私帰らないといけなくて、その日、日本に帰らないといけないんで、割とその委員が、ちょっと空港からちょっと遠いから、で、夕方やったし、混み合う時間帯なんで、ちょっとこれ、時間やばいんちゃうみたいな感じで言ってくださって、これは、いろいろね、今回レーザーいろいろ何種類かやってもらうんですけど、麻酔してる時間ないですわって言われて、で、って、でも自分の感覚な、レーザーやし、過去にもやったことはあるから、普通にちょっと暑いとかピピピぐらいなんかなと思ってたから、いっか、でもしゃあないって言われて、あんま麻酔に時間かけられないんで、みたいな。だからちょっと注射で、割と、皮膚にピピピって打って、それでいけるんちゃいますみたいな。で、もし万が一痛いかったら手挙げてくださいって言われたんですよ。そっかと思って、ビビりながらやけど、いけるって言われたから。で、シミね。自分で何歳後の自分みたいなわかる奥底のシミとか見てさ、こんなんなっとんのや。でもこれどうにかしてくれんのやな、とか言って、んで、施術始まりまして、ほんだら、痛いの。熱いの。涙なの。もう人生で一番やった。拷問。で、その先生が言う、手上げたら止めるって言って、私も全開で、はいって手上げたわけよね。震えながら、はいって言ったら、動くなとか言われて、なんでやねんあげろ言うたんちゃうんかいって話だけど、もうそんな言うこと聞いてくれない。バチって、顔にも火花みたいな熱いのが、バチってなれて、もう、汗びしょ。汗、めっちゃかいて、涙も出て、無理って言うわけですよ。とか言って。容赦ないんです。
で、これ持っとけってなんかちょっと震えるなんかおもちゃみたいな、犬のおもちゃみたいなのを手に持たされて、これまで聞くかと思いながら、でも思うわけですよ、同時に。これは別に先生がね、ソーリーとかね、ごめんね、みたいな、謝ってくるけど、謝ってくれてるけど、なぜか。私の意思で、自分で高いお金をね、払ってこれをしてるわけで、意味が不明と思っちゃって、何やってんや、自分、みたいな。わけわかんなくて。でもその施術も大体、それも2時間ぐらいかかったかな、いろいろやって。ほんでもう、暑くて痛くて、もう泣いてもう超疲れて。で、まあなんとか空港には間に合いましたけど、もうそこからもうダウンタイムみたいな。言われてたけど、やっぱりもう案の定、ちょっと腫れたりとかもしましたけど、もう入院期間やったんでね。それは合わせていきましたから、ちゃんと。でもまあ、2週間、3週間経ったのかな。まあ1ヶ月か。1ヶ月ぐらい経って。どうですお肌の調子。綺麗ね、綺麗ですよね。シミの感じもだいぶ薄くなって。結果的には良かったですけど、怖かったなっていう。その手上げろってあれ何やったんやっていう。麻酔は絶対いるなと思いました。意外といけるかと思ったんですけどね。全然無理でしたね。まあでも韓国はなんかいいですね。なんか、ほんまに、いい感じした。なんかいろいろやってくれたし、なんかセットで。なんか、楽しかったです。そういう経験もできました。充実してました、美容。超美容したから。眉毛アート、アイラインアートもしたよ。今回アートメイクでアイラインもあるんですよ。アイラインが描くね、こう粘膜に。それもそんな痛くなかったし。まあいろいろ、はい。いいですよっていう。で、美味しいご飯食べましたよっていう感じで。そう。ダパンプのね、トモさんと、お会いして、ご家族で来られてたんで、ちょっと合流しようって言ってくださったんで、そう。美味しい焼肉連れてってもらいました。めっちゃ楽しかった。大先輩ですから。はい。という感じでね。そういう韓国でした。気になった方はぜひ行ってみてください。麻酔は絶対しましょう。じゃあ、そんなこんなでね。じゃあ今日は曲行きたいんですけど、そうね。じゃあね、これ行きましょうか。去年の流行った曲、言っていいなんかちょっと去年流行った曲でね、あんまかけてなかった。最近またなんか、いろいろ YouTube とかでも MV とか見て、いいね、これってなった曲、これなんか、意外と触れてなかったんですけど、ドージャキャットの、曲なんですよ。結構最近の曲ではある。これなんかちょっと、80年代の感じ、80s っぽい曲調で、めっちゃ自分好きそうっていう曲でした。好きやろなっていう曲。で、なんか MV めっちゃ可愛かったし、いい感じのやつです。じゃあ、ドージャキャットの曲で、ドージャキャットで、ジェラ FM Osaka. 85.1. FM Osaka. Osaka. あかねクラブ。FM モスが明るいクラブ。それでは、アバンギャルディの、おかっということで、このお二人が来ています。自己紹介と一発ビューをお願いします。四角、三角、脇角アバンギャルディです。やだな。やだよ。やだ。あ、待っちゃった。はい、次。ヨーデル、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 花粉によるくしゃみ。なんてなんてなどうも、お花アバンギャルディです。ヨーデル、花粉によるくしゃみ。花粉によるくしゃみか、花粉によるくしゃみって聞こえる。残念、残念。汗か、ちょっと。落ち着けばよかったな。はい、というこのお二人です。ありがとうございます。お願いします。はい。なんか最近は結構いろいろ飛び回ってますね。はい。はい。世界中飛び回っているんだね。はい。はい。今日マレーシアから帰ってきた。あらまあ、はいお帰りなさい。日本。どうでしたかマレーシアは。マレーシアで一つ驚いたことがあって。何ですか私2月4日が誕生日だったんですけど、ステージ、もう、おととい誕生日だったんだ。そうなんです。じゃないですけど、ステージ出たら、客席見たらみんながハッピーバースデー小花って書いたスローガンを持ってくれてて、はい、めっちゃびっくりしたんですよ。いっぱいみんな持ってたよな。それは仕込まれてたということです。仕込まれてたのかな方々も用意してくださって。めっちゃ嬉しかったんです。すごい。サプライズだ。はい。
ご飯行った時も、お祝いしてもらってさ、そう可愛いケーキ出してくださって、スタッフの方々が。はい。なんか、私去年もたまたま撮影の日でお祝いしてもらったんで、そういう多分運があって、あ、そっか。撮影の日に、お仕事の日に、誕生日はい、だったとかあれ迎えることが多くて、たまたまみんなに祝ってもらいましたす。ごーい。いいな私、うんないんですよ。あなた何月生まれ11月です。たまたまだ。なーいいよね。ちまちまして、見てた。私も、あんまりないか。そう。うん。まあまあ、あるか。あれうん、そんな気がする。あ、確かにあるわ。あるわ。撮影そうの日被るとかある、今まで。ね。うん。めちゃくちゃ、まあ、大体夏で暑い日が多いって、瓦礫での撮影中、ドロドロの中、おめでとうみたいな経験もあるし、それこそ私の大事な仲間たち、アンパンマン。アンパンマンファミリーにお祝いされたこともありますし、なんか本当に、あるわ、ごめん。ありますね。あったあった。いないんだ。じゃあないんだね。そう。じゃあ、これから、私はあるといいね。あるといいね。これ聞いてくれてる人誰か祝ってください。確かにね。マレーシアでのお仕事は何をしてきたんですか？オーケストラの方とはいコラボステージいいさせていただいて。生演奏での、中踊れたんですか？そうなんですはい。いいなぁ。そういうのいいですよね。はい。やっぱり私たち生演奏で踊ることなかなかないんでね。だから、貴重な経験だし、なんかどうでした？踊ってみた感想は。全然いつもと違うさ、うん雰囲気うん。やし、なんか、ドキドキ感がある、やっぱり生って。生は違うよねそう。そもうなんかさ、それこそドラムの音だったりさ、う。管楽器の音とかさ、いろんな音がさ、こうなんか心臓に来ません？あー、確かに。音源と全然違いますよね。なんか、ツーンってくる感じがね、いいよね。なんか、アニメが好きな方が多分多くて、今回。あで、コスプレして、あバイオリンとか弾いてはる方とか、コーラスの方もなんかワンピースのコスプレして歌ってはったりとか、で、めっちゃオーケストラの方を盛り上げてくださいました。なるほどね。マレーシアはね、結構アニメ好きな人多いです。はいなんかよくフェスとかもね、前もなんかマレーシア行った時もアニアニメ、メのね、フェスメドレーがすっごい盛り呼んでいた上げてます。だいたんで、そう、だから、そっか、そういうアニメの楽曲とかでもパフォーマンスしてやっぱ盛り上がりが全然違かった。はい。いいなぁ。行きたかったですけどね。私だってやっぱり、第2の東京。住んでみたいランキング。住んでみたい国ランキング1位なんで。っていた時から言ってましたよね。はい、大好きなんで。あったかかったあったかいです。暑い暑いかいっていうかもう暑いよな。暑いんだ。自宅。いいなぁ。行きたかったんですけど。もう帰ってきて、ブルブルですよ。そうやな。寒い。そうやってきました寒いですけれどもね。前回ね、先週ね、ちょっとメッセージも全然ね、読めなかったんで、じゃちょっといっぱい読んでいきたいんだけど、あ、はい。大人になったなぁと、思うことを、ちょっと引き続き聞いておりまして、はい。ういさんは前回なんて言いましたか？あかねさんにもたれかかられた時はい。に大人に何を言うんですか？私自身は記憶は一切ございませんけれども、私もたれなかったんですか？あなたに。そうなんですよ。ね、なんか寝たとかではない。いや、全然起きてる状態で、なんか委ねてくださって。でも、私それ聞きました、実は。うん。嬉しかったっていうのを、ういちゃんから聞いたんですよ。あかねさんにもたれかかってもらったって。よっぽど珍しそうやな、よかったですよね。嬉しかったんだ。そうなんです。それが、大人になったな、だって。はい。ね。大ニュース。小花さんは何ですか？私は、20歳になってから、うん食べれるものがすっごく増えました。20歳まあ、 20歳を境に、すっごく食べれるもの増えたんですよ。好き嫌い多かったってこといや、なんか、一回食べて、あんまりかもって思ったものを、長らく食べてなくて、で、なんか、20歳になったし、もう一回食べてみようかなって思ったんですよ。何ですこれをかそれは。境に。何を食べたんですか？例えば、お刺身とかについてくるシソ
大葉ね。いや、大葉ですね。大葉を、大葉ってね、出てくる。確かにありますわ。ハモとか、大葉ハモとかでな。食ってはいはいはい美味しいよね。あ、それ食べれなかったね。いや、なんか、あんま食べようと思ってなかったというか、まあね。あれもこそ確か大人の味かも。そうですね。とか、コーヒーとかも、あ、結構飲めるようになったり、っていうのが増えました、すごく。なるほどね。はこの方、大阪府のさえさんは、はい。私の大人になったと思った瞬間は、金銭感覚が変わった時。現在高校1年生でコンビニのアルバイトをしてるんですけれども、中学校の時には友達と当たり前のように2、3000円のご飯を食べ、その後の遊びに2000円使ってたのが今では信じられません。これどういうことお小遣いめっちゃもらってるくない？逆やなあ、逆や。ケチるかってことや。そうや。で、最近では友達と遊びも減らしたりとか、うんお金がかからないように工夫してる。で、偉い。どうしてもお金を使うときには、自分が朝早く起きたりして、長時間働いた日などを思い出して、ああね、なるほどね。早起きしてバイトに行って、長時間働いた日、思い出して、これに値する買い物だろうかなと考える。ああ、すごい。偉いな。大人になった。いいですね。はい。大人になったなという感じる。いや大人になってますね。はい、続きまして、埼玉県川越市のなりさんは、私が大人になったなと思ったのは、一人暮らしを始めた時です。あ実家にいる時は、家事などやったこともなく、掃除、洗濯、料理など、すべて親に任せっきりでした。一人暮らしはもちろん楽しいんですけど、同時にすべて自分でやらないといけない大変さも思い知りました。親から離れた自由さと一人で生活する大変さを実感し、大人になったんだなと思いました。すごい。めっちゃ大人。すごいわ。いや、だから、そうね。あなたたちは一人暮らしの経験はまだないんだ。ないです。なるほどね。できる自信もないです。いや、でも自由ですよ。私もだから高校卒業してもすぐに親子と離れてますかすごいですよねら、ほんまに。まあ、より有意義に自分と向き合えるというか、あれしないといけないな、これしないといけないな、とか手続きこんな、あれしなあかんな。電気代のあれしなあかんな、とかさ。そんなのはあるんじゃない水道代とか。払ってなかったら止まるからな。やばい。食費のやりくりとか。できるかなそりゃそうやん、そんな全部。やるな。そうや今でさえ頭パンパンで困ってるのに。頭。まあ、ちょっとぜひね、ちょっと大人になってほしいですけどね。そそういう勉強も人生経験ですからね。はいはい。じゃあ、ここで一曲いきたいと思います。じゃあ、ういさんお願いします。私の最近の、うん。ハマってる言葉が、うんタイムイズマネーなんですよ。ハマってるというか、まあ、よく口にしちゃう言葉が。時間はお金やけど、うん時間が足りなくてって、なんかもっと、具体的なエピソードある。今日、マレーシアから帰ってきたんですけど、はい。トランジットが、丸一日ぐらい丸一日じゃないか。飛行機がすっごく遅延したんですよ。はいはい。そう。それで、空港に滞在する時間がすごく長くなって、はい。それはあれですか天候の影響で多分、影響でそうなっちゃったんだ。感じだと思います。だよね。ほんで、なんか、有意義に過ごそうと頑張るけど、なんか時間を無駄にしてる気持ちがどんどん募ってって、なんか他のメンバーがね、そう、他の国に行ったり、まあ、いろんな、みんな頑張ってる中で、そう、なんかその空港でずっと私たちはじっとしてるみたいな、そのなんか、なんかしたらいいやん。なんか別にあるやん。マッサージとか、どっかリラックスご飯食べに行くもよし、マッサージとか行ってきたらよかったやん。その頭が多分なくて、なんかもう、無駄やーって落ち込んじゃったんですよ。まあ、それで、タイムイズマネーってめっちゃ言ってて。だからそう、ご飯とか食べればよかったやんって充実するために考えて、もっと、そうですよ食べれね。ばよかったのに、そうその行動力がないだけじゃないですそうかもしれないでか。す。ダメじゃん。ダメなんです。ねえ。反省してるってことですかオチは。そうかもしれないです。だって時間とお金はすごい。あれこれ曲紹介やったよな。だったら、ちゃんと行動したら無駄にならずに済んだわけやし。そう。
そうなんです。それを反省してますっていうことを今から言おうとしてたってことですか？違ったけど、違った。そんな気持ちになりながら紹介しそうです。でも、ほんまに、ほんまに時間は大事やからおっしゃる通り、すごく大事だから、その分、ちゃんと自分の内職の時間にしようって思ったは、別に良かったと思いますし、うん。考えて生きていった方がいいと思いますよ。だから、ぼーっとしてたわけじゃないんでしょ？そうです。じゃあいいじゃないですか。そうですよねう。ん。時間は大事やなって思い知らされたはい。感じで。あ、それを、説得があったんだ。はいはい。どうぞどうぞ。ユリアンレトリーバーで、ユリアンタイム。金比べ。それではじゃねえわ。もうやりましたよ。一回やった。はい、今日は小花トイが来てます。はい。じゃあ、まあちょっと、先ほどはね、まあありましたけど。ありましたね。はい。ありましたけど、はい。気を取り直して。はい。はい、今月もこのコーナーでございます。はい。おかっぱ即興劇イエーイはい、今年もですね、いろいろと挑戦が待っているアバンギャルディ。これからは演技力も必要な場面も訪れるかもしれません。はい。はいそ。こで、アバンギャルディのみんなに、毎週テーマに沿った、ラジオ即興劇を出演メンバーで演じてもらいたいと思います。はい。テーマはこれ。電車の中で熟睡する人とキャリーケース。向かいのシートで、女の人が爆睡しています。はいその人のキャリーケースを手元を離れて、コロコロっと、電車の中を移動して行ってしまいました。はい。メンバーは何度も取りに行きますが、持ち主が全く起きてくれないので、だんだんイラついてきます。さあ、この後どうなっていくんでしょうかね。はい。こちらの熱く。ラジオ即興劇でございますから、しっかりね、描写だったりとか、状況を伝えてくださいね。それでは、いきますよ。おかっぱ即興劇、よーい、アクションよっしゃ、ソロ。よっしゃ。向かいの人寝てるな。ああ。それ一回戻してあげる。それ、ロッテとかついてる？ついてる。これ。どうしてきた？すいません。キャリーケース転がさないでもらっていいですか？すいません。聞こえてくれへん？起きてくれへん？どうする？待って。何？息してないかもしれん。死んでる？事件や。事件これ。やばい。どうする？救急車。救急車の中で呼べるん、救急車って。電話は繋がるかない？電話するか。じゃあ。電話しよう。オッケー。警察の方がいいかな？いや、警察いいな。これ知らんかもしれんけど、警察でいい。ほんま。睡眠薬かもしれへんから。一旦、息してないんちゃうでも。とりあえず電話するわ。110番じゃない？ 110。プルルプルル。来てくれます。お来てくれんの？そうですね。趣味は、ちょっともともと難しい方ではありますけど。そうですね。やっぱこの後の展開が非常にね、即興劇では重要ですよね。だから前回、先週のメンバーは、ただ、イラつくとこまでしかできなかったんですよ。この続きが結構重要じゃないですか。だからこのイラつきからのどうなるかを、ちょっとオリジナルでお考えになられた。よかったんちゃう？まあそうやんな。ちょっと先に進めた。そう、確かになんか何が起きるんかなっていうワクワクはありましたけど、
はい。ちょっとよくわからないことも途中で言ってましたけれども。 110番分かってなかったしそうなってなかったし、ああいう時はどうする？もしさ、ほんまにそういう状況だったら、いや、どっちにかけたらいいんやろ。まあでも死んでる。でも、かけるのもそうやけど、なんかさ、一応、まあでも、天使とかじゃない？あどうなんやろな。電車のボタンでもだから、駅員さんには伝えた方がいいんじゃない？確すぐ、なんか降りれるんやったら、それが急行の電車やったら、うん次降りれるとこに止まってほしいとかはある。あわからんけど。まあでもそういう状況にね、なるかも。なるかもしれないないので。はい。勉強。うん、備えられたかなってえいう。これから。ちょっとまあ難しかったですけど、まあまあ、次の展開が、しっかり作れてたと思うので、まあ80点。いただきました。はい。まあ、ありがとうございます。なかなか良かったんじゃないですか。おー、光栄やな。光栄や、珍しい。はい。じゃあ、ここで小花さん曲お願いします。はい。私、中学生の頃からずっとバックナンバーさんが好きなんです。はい、ありがとうございます。じゃあ、ここで告知告知もいっぱいあるんだよね。はいじゃあちょっと告知ごとお願いします。はい。アバンゲルディライブツアー2026。はい。これがまた5月からね、はい。日本の始まります。はい、国内でのライブツアーが始まります。はい。2月8日まで、あさってまで、はい。ペア最速選考がはい。抽選受け付けております。はい。そうでございます。はい大阪のライブはいつだっけ？大阪は5月23日、はい土曜日です。。お兄さん土曜日。はい、ありますので、ますはい。関西の方はぜひね、このお兄さん見に来てほしいと思いはい。ます。2公演あるので、はい。ぜひお願いします。ください。はい。そして、3月にね、 3月。はい、アジアツアーがございまして、はい。今回はですね、タイ、バンコク、はいそして、シンガポールと、それから香港に、行くわけなんです。1週間でね、3地区回ります。はい。はい。はい。で、香港のライブにですね、なんとアバディツアーというものを初の試みでやります。はいじゃあ、ルイさんバトンタッチどうぞ。ここから言わないと。はい頑張れ。 2月8日のはい11時59分はい、そうなんです。この受付が2月8日、あさってですか？もうあさってまでなんですね。で、これはどういった、ものかと言いますと、日本から、航空券とか、ホテル代、それから、このライブの会場に向かうまでの、バスだったりとか、はいで、お食事もついてます。はい。はい。はい。で、アバンギャルディとも会えるみたいな点もありつつの、まあ、そういういろいろ、で、ツアーチケットもついてるんですか？はい、そうです。はい。もう全部込み込みのプラン、ツアーが、あるんです。はい。これはもう香港のライブ限定でございます。はい。はい。だから、海外のライブに今までもね、行く機会あったけど、ちょっと勇気出なかったなという方もそうでした。そうだすし。はい。まあちょっと本当にこの金額ほんまに自分でちょっと検索してみてほしいんですけど、破格です。はい。こんだけ航空券と全部入ってこの金額は、安いです。そうさすがに破格すぎるって思っています。これは。すごすぎるんで、ちょっとぜひね、皆さん、これで、ちょっと来てほしいんですよ、香港のライブって。ぜひぜひ。思ってるんですが、これちょっとね、開催できない可能性があるんですよ。あれそれは、はい。 20名以上の参加希望者がいなければ、はい。なくなります。あれこのツアー。ままずいんですよ。やばい。やっぱこれをツアー組むにあたってね、キャセイパシフィック航空さんがすごく頑張ってくださったんですよ。はい。はい。ちょっとぜひ、このツアーやってほしい。来てほしいと思います。もうチケット持っている方も申し込めるようになってそうます。です。そうですし1公演チケットも、2公演チケットもあるので、はい。選べます。公演見たい人もそうです来。れます。ちょっとどうにかね、皆さんご調整していただきたいなって思ってます。そうですね。そう。っていうのもほんまに今回のライブもまた盛りだくさんで、今回から新しいネタも出てくるんですよ。おーこれは見てほしいと思ってるから。はいまあ、またこの海外ライブでしかやらへん演目いっぱいあるんで、ちょっとぜひぜひぜひということで、もうほんまに、ね、いい思い出作りましょう。はい。
ここのツアーだけの特典が盛りだくさんなそう、いので、つももらえるらしいからな。おだから、オリジナル。撮影もできます。嘘やん。待って。それは絶対、みんな来て。お願い。お願いします。撮影もできます。どうか、そうどうかお願いいたします。夕食交流会にも行きます。というエントリーが、日曜日ですね。日曜日の23時59分まで、はい。あさってまでなんで、本当にどうにか皆さんお願いします。お願いします。お願いします。はい。はい。ということで皆様、ありがとうございました。まあね、ライブも始まりますから、はい。ちょっと気合い入れてここからね、頑張っていきましょう。はい。先日、タイでコラボさせていただいた、タイのアーティスト、はい。バス Because of You I Shine で BB。はい。ということで、